チェケラドテチョンです。今回はネクランリーグからやっていきたいと思います。5日目44対43ということで、やっぱスコアはハイレベルな対戦になりますね。ワンミスのみと、早速やっていきたいと思います。さあ、コマくん見慣れましたかね。もうドラゴンオンリー編成スタートしていきます。まずはロイちゃん削りから。このね、エレクトロブーツの範囲で結構ね、通常の施設もちょくちょく削れるっていうのがね、回収のなんかこの辺ね、内側の施設とかもね、削れたりするのはね、地味ですが、削れるのいいです。スーパードラゴンはまずインビジブルで隠されていきまして。そうなんだよね。オンリードラゴンするとこのアイゴレとかを引っ張ったり、処理したり別でできないのがね、このオーラダメージで壊れちゃうからね、これヘイスト薬使ったけど、これすごい編成の弱み出てます。絶対細かいユニット入れた方がいい。1枠でだいぶ変わるからね。アーチャーでね、この反対に引っ張るとかすればね、このアイゴレに捕まる時間っていうのがなかったわけだから。さあ、でもそれでもだいぶ削ることができるというところで。ギリギリですが、巨爆が多いね。やっぱロイヤルチャンピオン突っ込まれることも加味して中央部分っていうのの巨爆の使用率が増え、ね、採用率が増えつつ、対空砲折れてると結構ドラゴン編成なんででかかったね。で、結構、この距離から突撃艦狙ってくんですか？空はなし大ゲーだな、これ。施設はないからね、防衛施設。さすがに、なんとか届く。届いちまえばこっちのもんだからね。だいぶ距離のある突撃艦でしたが、施設がないんでね。トルネとかも怖いところですけど、なんとかなりました。投げるところ逆に言うと他にないからね。今の角度でしか投げれないからね。あとは伸びを見ていこうというシーンですね。ガゴプリとかの採用は、なんか他の人だとね、星さんとかはしてるけど、採用せずにキングの方で伸ばしていくやり方ですね、コマくんは。いや、これも言うて余力結構残っての全開ですからね、ナイス全開。今のもね、キングクイーンプラスウォーデンとドラゴン5体で100枠残ってという形ですからね。ドラゴンしか積んでない編成でもこうして全開取り続けられちゃうというところで。さあ、ニャロメはニャロメの形があるというところで、まずはロイヤルチャンピオン、ロケットスピアーで、イエティでタイチクロスの竹取ってるのもいいですね。タイチクロスまでここはロイヤルチャンピオン折って終了かな。はい、ナイス。いいリターンですね。十字角を丸々削っていきました。タイチクロス2本とマルチアーチャータワー1本折れれば非常に戦果はあったと言っていいんじゃないでしょうか。ちょっとこれアーチャーターゲット取れてないか？取れてないね。ルーターターゲット失敗。さあ、ウォーデンウォークは継続です。中心部にね、最終的にファイヤーボール、タウンホール付近に飛ばしていくことにはなると思うんで。あとはなんかこの辺とか回収入れたいかな。アーチャーも全部出しちゃったみたいなんで。ガゴなりウィズなりって感じですかね。クイックからのファイヤーボール。いいですね。ちょっと援軍が出てからのファイボになったので、先に打っとけばクランジを潰せてたんでね。ちょっと痛い感じにはなりましたが、ポイズンを持ってきてはいるのでっていうところ。これは、ウォーデンの方は見捨てる感じでやっていきました。うわー、怖いタイミングでのテスラだったね。ウォールブレーカーなんとか届きつつ。さあ、奥まで行って、ここは能力発動したいかな、キング。はめていく。ここで発動。ロイヤルチャンピオン3時からで、クイーンの方を戻していくようなイメージですかね。ここでガーゴイル回収が入ります。今の環境、あれだからね、イーグル砲がないからさ、今の環境というか、タウンホール17、イーグル砲がないから、この辺の回収ユニットに
ダッシュでもイーグルカウントが増えることはないから、ダッシュ得みたいなところではある。さあ、タウンホールの方にしっかりクイーン戻すことができましたね。能力残したクイーンをしっかりタウンホールまで合わせることができればね、ほぼほぼタウンホール落とせるので、そのためのロイヤルチャンピオン3次カットからクイーン誘導、うまかったですね。ナイス展開。さあ、スミスルートライダーラッシュ。オーバーグロー型。インビジブルがいつもより1枚多いかな。どうだろう。この辺もね、4枚だったり5枚だったり6枚だったり、人によってね、数が変わってくるところなんですけど、ギリギリだったところ、ここはなんとかインビジブルカバーして、ロイヤルチャンピオン乗る活動、いいテスラかなと思いきや、援軍に釣られてすごいとこ飛んでいきました、ロイヤルチャンピオン。中央まで見ていって、ここがインビジブルラストなので回収していきました。ワンチャンレイジターンの解除まではいけたかもね、今。でも、無理せず。今回はクイヒーとしてまずはスタートしての。クロスボウとかも本当は降りたかったのかな、もしかしたら。どうなんだろう。このクイヒーの判断非常にいいですね。さあ、ここでストライカー合わせてあげて、フリーズ採用からのルートライダー竹チェンジ。ロイヤルチャンピオン角度ずらして9時から、このマルチアーチャーターとかね、クロスボウのところを。そうだよね、さっきまでまだボックスギリギリ残ってたのも偉かったな、これ。ただちょっと能力の方はね、ホグ銀人形咲かされちゃったんで、これトーム、ウォーデン、ロイちゃん両方入る形でしっかり打てている。ウォーデンロイちゃんじゃない、キングロイちゃんしっかり入るような形で打てている。タイミングとしては完璧。さあ、あとはタウンホールとその辺の施設なんですけど、モノリスのターゲットをしっかりスケルトンで取りつつ、ロイヤルチャンピオン伸びている。いいですね。たどり着いたモノリスの方向。下側の方はキングの方が、キングじゃない、クイーンの方がテスラモリ触れそう。オーバーグロー持ってきてはいるんだけど、もはやみたいな感じなので、結構ね、他の動画でも、1個前の動画だったかな、なんかで言ったと思うんだけど、なんかルートライダーラッシュ必ずしもオーバーグロー必須っていう感じでは今なくなってるし、特に初手にインビジブルでね、削りを入れると、怖い施設っていうのが結構初手に削れることも多いので、とはいえ他に何積むんだみたいな問題はあるけど、ナイスですね。さあ、よっちさんようやくの登場になりますかね。クイヒーラバルということで、ちょっとね、この環境でのクイヒーだいぶ苦しそうなんですよね。ずっとね、初戦からクイヒー採用をしてたんですけど、僕もね、クイヒーはかなりやってたタイプの戦術なので、この環境でも強く使えるなら、とは思って参考にしたいなと思って、リプレイね、前回なってないやつも全部見てるんですけど、やっぱちょっとね、きつそうなんですよね。やっぱ火力が高いっていうのと、射程が長い、この龍炎砲がヒーラーを遠くから射抜いてくるっていうのと、クイーンがね、一度捕まったらこれ、だいぶしんどいんですよね。これ一直線になった時にヒーラーにダメージが入るっていうのと、これタウンホールもね、ヒーラーターゲット取られるとだいぶきついっていうところ。で、結構空罠もね、赤バックとかこうなるとね、ヒーラーに当たるとだいぶしんどくなるんでね、ホーミングチェックだったりっていうのの重要性が本当に高いですね、今。さあ、援軍と当たるところ、いいですね、しっかり。いい形。ここ入り込めちゃったらもう強いっすね。この迫撃とか潰して圧かけても良さそうだけど、ベビードラカットでここにバルーンとか当てるといい感じになりそうだけど、どうでしょう。反対ボマー結構刺さってんじゃないですか。そのボマー偉いね。だいぶ強い。
で、ロイヤルチャンピオン出して、クイーンにレイチ。まあ、外周歩かせたいからこその、外周残しなのかな、これは。うわー、すんげえテスラ出た。さっきのことやったらテスラモンに当たってましたね。これか、サックなら今だったけど。外周歩かせる方。普通に撃てんのか、それ。撃てるんだ、そのマルチ。気づいてませんでした。ならそれでいいや、全然。で、ナイストーム。ヘイストかけて終点へ。すごい量のバルーン残ってる。もうクイヒーさえ決まっちゃえばラバルパートは余裕というようなプランニングでしたかね。ロイヤルチャンピオンも能力残って、呪文も残って非常にいい全開バーサス。小川悦さんらしい全開だったんじゃないかなって形ですかね。ゴマックさんルートライダーラッシュ6時スタート。まずは削りを入れていくようなやり方です。いいですね。テスラも美味しい。ビクスケも美味しい。ちょっと姿見せることで寄ってほしいもんね、むしろこういう時。ナイス。ここで回収。1枚ありますが、ここは回収を選びました。ジャイからのアイゴレ。なるほど。そうか、ランチャー型だったね、そういえば。ランチャー積極採用型ですからね。さあ、このランチャーでこの対地クロスを折ることができまして、ついでここ、ダメージ、クエイクプラスのランチャー入ってることで、サッカーボールの方もだいぶいきましたね。これ強いよね。での合流。反対サイド、クランジオがね、6時じゃない?12 時か。あるので、援軍だけまずここ釣っていった形。トームとタイミング合わせたいっていうのが狙いかな。オーバーグロー。いいですね。このオーバーグローはだいぶ意味がある。この火力をね、オーバーグローとフリーズで下げることによって、トームのタイミングっていうのをコントロールができますね。レイジ打って、ここでのトーム、いいトームだと思います。温存していきました、ここまでしっかり。途中ね、打ちたくなるようなタイミング、打てるタイミングっていうのはたくさんあったんだけど、この、より奥で打ちたいよっていうことで、ここまで呪文での温存を取ってたのかなと。ロイちゃんシングル捕まったけど、先にクイーンが突破。ロイちゃんもまだ能力残ってるんですけど、フォックスいいタイミングですね。強い。さあ、ここで能力発動。こういう時のね、ヘイスト薬の方がこの辺は突破力っていうのは高いんだけど、安定感で言うとロイちゃん、これ、エレクトロブーツの方が高そう。ロケバルも毎回持ってきてるみたいですね。こうやってやっぱロイちゃんウォークのサポートで使うっていうのが主な目的と、終点のこういった残った施設の回収かなと。チャーさんはオーソドックスの従来のルートライダーラッシュで、今回はヒールの呪文ではなくてオーバーグローを採用する形ですね。アローでちょっとね、この余計な施設を削ることでルートもある程度絞りたいという形かな。初手トーム行くかな、この出し方は。もうベビドラまで出して、無理くりトーム入れてったからね、このベビドラ。全ユニット出てますね、これ。ちょっとクイーンの方がレイジかけたんですけど、落ちちゃったので、面白いことになってますね。フロスティーウォークになりました。反対サイドにオーバーグローかけて、この、結構火力も高くなるところ。プラス、東海弊社のね、ウィザード部隊もね、だいぶ潰されちゃうような感じなんで、そこのサポートも入りましたと。ちょっとフロスティヒーラーのせいで、クイーン来てたらね、この辺キングが流れずに内が入ったんじゃないかな。外周施設がね、削れてないので、こうなりましたね。さあ、ロイヤルチャンピオン能力発動。エレクトロブーツとホグというところで。で、オーバーグローの溶けたところにスケルトンの呪文、これ投石を、スケルトンの呪文もだいぶダメージ入れることができつつ、マルチアーチャーターのターゲットっていうところもこのスケルトンがだいぶロックしてくれています。
さあ、ロイヤルチャンピオンたどり着いて、前回ナイス。いい勢いですね。クイーンに呪文咲きつつ即落ちしてあんなに伸びるんだから非常にいいですよね。さあ、星3ドラゴンエレクトロブーツというところ、まずはロイヤルチャンピオンで削るところから入っていく。タイミング完璧だよね、フォックスの。さあ、まずインビジブルを使って戻していく。ちょっとこの辺はコントロールをミスってしまったところでありますが、ここからのリカバリーとかはね、星さんうまいからね。フォックス行かれてるんで、ここのタイミングとかも結構シビアになってくるので気をつけたいところ。レイジター破壊。さあ、ここは、外に広がるように動かせていき。危ない。このウォーデンがレイジに乗って張り切ってくるからね。隠していって、アイゴレをしっかり外に誘導しつつ、インビジブルター反応するか、外に広がってきてしまう。インビジブルターの解除とかまでいけたらね、結構熱かったんですけど、星さんにしては珍しく、あんまりいい形では取れなかったんじゃないかなと思っていると思います。なんだそれ。なんかすごいとこに置いてあったので、美味しく解除させていただいて、兵器ワンチャン突撃艦とかダウンホール合わせる形もありなのかなと思ったけど、ウォールブレーカーも特にないからね、ここね。ここは10日兵士を12時採用しましたね。これボマーとか突撃艦とか結構強いんじゃないかなと思ったけど、これでも10日なんだ。さあ、ここでトーム。クイーンの方はね、落とされちゃいましたが、このドラゴントームレイジ強いな。いいトーム。外周ベビーとかも結構強いですね、9時側。タウンホールに対してフリーズ。12時から10日閉鎖。12時の施設カットとかはね、10日閉鎖でやっていったというところで、ドラゴンの後ろの回収っていうところをやってもらったと。いや、伸びますね、ドラゴン。結構、クロスボウ4機とかあったりとかで、しんどい区画が多かったんですけど、ナイスリカバリー。いや、強いな。さあ、水さん、ルートライダーラッシュ。ドラゴンインビジブル勢が、コマくんと星さんだけかな？2人と、結構、編成的には増えてる中、少なめではあるんですけど、その2人がね、ずっと全開取り続けてるのもね、やっぱこの編成の強さの一つかなと思います。さあ、なんか対空砲のところ穴開いてるんですね、これ。気づかなかった。反対も穴開いてそうですね、そうすると。さあ、まずはキングを9軸角入れていきつつ、ここで能力発動ですね。クエイクブーツプラスで、ここは、インビジブルターの方を排除していきました。排除というか、破壊というか。水さんもね、自分の形持ってますね。ルートライダーラッシュ、呪文ターを1本必ず折る。で、ジャイアントアローでね、プラスのクエイクで折るんだけど、それができる配置を攻めるっていうね、やっぱ、自分の形がやりやすい配置を攻めるっていうのがやっぱクラクラの基本ですね。いいタイミングでのトム。中央、ここでオーバーグローを外側かけつつ中央突破。シングル IT の方は、ルートライダーが向かってくれつつ、普通に外からでも撃てるような額になってると。一応ウォールブレーカーもつけました。上がレイジ使ってロイヤルチャンピオンの方がまだ残ってます。能力まで残ってますね。クロスボウのターゲットは外周バルキリーが吸ってくれて、フリーズが2発あるので1発割いたっていうようなイメージだと思います。もう1回同じとこ撃つことができますね。能力も使ってここでホグも一緒に動くことができて、すごい量のユニットが最終区画集まって攻撃できないのに折れていくというね、ナイス展開。さあ、ガク
リターン型のエレクトロタイタン編成。まずはロイヤルチャンピオン能力発動。ドラゴン型と違ってね、インビジブルの数も少ないので、割と早い段階で咲いて、ここでインビジブルタワーの発動が入りまして、ちょっとフォックスだけ取り残されて、うわー。回収できるか、これ。ギリギリですが、これ、クイーンちゃんと、クイーンじゃないや、ロイヤルチャンピオン生き残る読みで、マックス仕事させましたね。やっぱああいうね、燃焼ダメージが入るようなところであっても、これタウンホールから行くんだ。耐えさせると、HP 回復がついてないと無理な、そういうような形ですよね。さあ、シングル IT 捕まって、フリーズかけつつ、ロイヤルチャンピオンすごい HP ですが、ここから登場。ターゲットたちをしっかりペッカで吸ってもらってるっていうのもありがたいですね。フリーズ使って、ちょっとロイちゃんの HP さすがに低すぎてここはカバーできず。シングル IT は飛んできたサッカーボールで折れました。中央突破。あんまりいい形には見えないね。ロイヤルチャンピオン落とされて、オーデン、キングも落とされて、クイーンも能力を割いてっていうところ、ここから持ってったのすごいね。来週これ10日弊社部隊が偉いか12時側。バルキリーが、仕事をしている。ゴーレム採用してるのもね、なんか昔の中華式みたいな感じで、ターゲットを吸ってもらってて。クイーンも別に能力残ってるわけじゃないからね。今のゴーレムの爆破とかで、ミニゴレの爆破で突破できたのか。もうあとは投石のタゲを取りに行くようなウォールブレーカーを使ったことでクイーンの HP を保って、あとは回収をいろいろ割いての全開。いや、だいぶギリギリな全開になりましたね。ロイちゃんがあんまり HP 残して回収できなかったっていうところで、やっぱフォックスがついていけなくなっちゃったんでね、距離遠くなって。こいつがいるかどうかでだいぶロイちゃんの命はかかりますね。どうなんだろうな。ワンチャンタウンホールまで破壊して別のところからスタートするつもりだったとかあるのかな。だからピタさん、これは通常の、いわゆる従来のルートライダーラッシュ。スーパーバーバリアンってロイちゃん外周部釣り出し用なのかな。だとしたらめっちゃうめえな、それ。別に、キングの速度アップ以外で出す理由っていうのがあんまないシーンだったからね、今。クイーンちょっと苦しいね、これね。能力発動。クイーン守りたいな、これ。できれば。ポイズンまで咲いて、ドルイド咲きましたね、クイーンに。いい判断かなと思います。結構 HP ギリギリだったところ、バルキリーもね、これ、対地クロスの方向かせつつ、いい合流図れましたね、ナイストーム。大きいリカバリーって感じではないんですけど、このね、対応非常に大事ですね。ちっちゃいリカバリーの連続ですからね、クラクラって。で、オーバーグローかけつつ、レイジターンに乗ったタウンホールとかこの辺はさすがにね、火力も高くなるところなので。ガゴプリ強いよな、防衛。さあ、裏からスーパーバーバリアン咲いて、回収入れていく。さあ、このタイミングでオーバーグローが解けるんですけど、レイジの残りがと、10日弊社とかかな、これは。回ってきましたね。ナイス旋回。今まで通りのやり方でも全然取れるのがルートライダー。そして俺は一生この今まで通りの、なんならタウンホール16よりも前の
編成をやっていると。結局前回が取れればね、戦術新しいか古いかなんて関係ないですからね。今回は、フローズンアロー型で、前も言ったんで、ね、多分ティア表の時とかにも言ったと思うんですけど、フローズンアローってね、別に使用率低いだけで強いからね。迫撃砲まで削ろうかなって考えて。はい、回収で反対サイド。両サイドの対空砲を折ろうと思ったら見てください。これ、いやー、危ねえ。危ねえ、危ねえ。赤枠固まってた。で、赤枠固まった後のホーミングケアとかもあるかもしんないなと思って一応出したんだけど、なさそう。いや、だいぶこれは、冷えた瞬間でしたね、肝が。やっちゃったと思って。ちょっと陸助に反応してスーパードラゴンがガン流れしてうぜえと思いながらも、だいぶね、寄っちゃったよね。で、ここで、これは、能力使えたんじゃないかな、カゴピー。多分ここからも、ゴリゴリ進めていくしかないと。実質フリーズみたいなもう中央を打つことができているので、ここはフリーズを温存することができて、あとはもうスーパードラゴンを進めていくだけなんだけど、やっぱね、スーパードラゴンというユニットのね、スペックが高い。強くないこれ、本当に。マジで強いわ。で、この、なんだっけ、ガーゴリープリンスには、フェニックスがついてるので、なんか延命する必要がなくて、HP 低くなったところでフリーズで延命するようなことはね、なんか必要がないっていう感じ。さあ、陸助たくさん出てきますが、むしろ出てきてくださいって感じですね。で、クイーンからロイヤルチャンピオンの方にヒーラースライドしまして、あとは最終区画集まって全開です。いやー、ちょっとね、ドラゴンの位置ずらされたんだけど、めっちゃいい形になったかなと。個人的には途中のね、進ませ方とか割と理想的な能力発動からの進行ができたんじゃないかなと思っております。さあ、ヒロヤさん、これは5型なんですけど、初動ね、クランジをしっかりぶっ飛ばしつつ、2ヒーロー固まってるところなんですけど、この辺も安全に突破することができてますね。この辺もね、うまいっすよね。バルーンとかロケバルとかいろいろ割くことによって、このタウンホールのターゲットっていうのを分散しつつ、ホーミングチェックを同時にやると。どうせホーミングチェック必要なんで、であればね、こうやってタウンホールのターゲットっていうのをぶらして、火力を抑えていくような使い方っていうのもいいですよね。5ロケバル。まずは、6時タウンホール区画っていうのを突破していきました。反対サイドクイーン展開。藤角10日弊社置いてというところで、そろそろウォーデンの方、レイジとか呪文策の考えなきゃいけない時間ですが、インブから入るのかなこの使い方。インブから入りましたね。レイジを割いてもエアスイーパーにヒーラーを戻されちゃうっていうところなので、このエアスイが終わってからレイジを使っていくことでヒーラーがずらされない。フリーズエア欲しいかも、それ。ちょっと落ちました上に、ちょっと今のはあれかもね。クイーンとかキングに反応して、ウォーデンのターゲットがヒーローに釣られてる感覚があったので、それでだいぶ動いてましたね。なので、インビジブルが決まったとしても、もうすぐ姿がずれちゃうって見えるような形になってそうでしたね。さあ、ロイヤルチャンピオンの方は能力残した状況でモノリスを突破することができつつ、裏から対応のロケバル。言うてこれね、ロケバルも強いからね、回収大量に出てきまして、ナイス全開すぎる。ユニットの残り量すごく見えるね、これ。素晴らしい。ウォーデン落ちてもこんなに余力が。やっぱりプランニング組む段階でね、余力があるようなプランニングをしたいですからね。リンカーンさん、通常のドラドラというところで、ロイヤルチャンピオンで削る形、削らない形っていうのも、人によって何に重きを置くかが分かりますね。前も言ったような感じするんですけど、このエアスイッパーがタウンホールに向いてないっての配置ってね、やっぱタウンホール側から
雑に突っ込んでも取れることが多くて、今回もそういうような感じですかね。ちょっとタウンホールのサイドカットがあんまり綺麗に入ってないので、流れてますね。ボムも入るか。ようやくタウンホールの方を迎えつつ、タウン裏のこのちょっと火力の高い方に進んでくれました。龍炎砲にフリーズ打って、龍炎砲ね、ちょっとドラゴン越しに反対のところまで入るところだったので、クイーンの方も落ちてますね。ちょっとここ、だいぶ持ってかれた感覚はあります。ガゴプリも能力が残って、ロイちゃんの方はここは、ロケットスピアプラスのブーメランというところ、ターゲット外すことができないので、フリーズのこの一発とフォックスは結構大事ですよ、これ。ここで能力発動いきましたね。こうなるとロングショットタゲ入らないところから打つことができるけど、フリーズ打って、ロケットスピアなんとか、これリクスケポイズンギリギリかかると美味しいところではありますが、やっぱだいぶ自利品になりますね。うん。ボールブレーカー使ってウィズトのタゲ取りつつ、フォックスが隠してくれました。なんとか全回答。ナイス全開。ラストタック、カズマくん。ファイボ型のヒーローウォーク、ウィズイエティというような。こういう戦術するときはやっぱシューターがね、できるだけ刺さる配置っていうのがあるといいですよね。まずは、ファイヤーボールど真ん中へ。しっかりケアして、いい削り。中央バックガードスタート。今ね、エレクトロブーツの採用によってファイヤーボールあんだけ使われてたのに、ちょっと採用率減りましたよね。ファイボってやっぱ対策されてる環境なので、一番使われてたんでね、今エレブの対策に戻ればまたファイヤーボールがまた、エレクトロブーツとファイヤーボール両方を一度に対策するような配置が、今後はね、必要になってくるんで、なかなか難しいと思うからね、それ普通に。いいね。イエティもたくさんいるので、こういう迫撃のターゲットを吸うためのイエティ。バーバリアンとかでもね、ターゲット取るの難しいし。いい棒で目。ストライカーはここ来てるんですけど、撃たれる前にフリーズ大事。かなり引きつけてギリギリ。いいよ。完璧。そして出てくるロケバル。ここでポイズン。前回攻めてた時にポイズンの呪文持ってきてなかったんで、まっちゃん援軍でもらい忘れたとかあったのかな、呪文。だいぶ苦しい感じになってたんですけど、今回は持ってきてます。ロイヤルチャンピオンをこの浮いたマルチ IT のところからスタート。裏はイエティラッシュですね。面白い。で、クイーンの方は能力発動して、外周部キングなんですけど、これ、ガゴプリに無双されてます。火力高いね、やっぱガゴプリ。ここ能力発動。イエティの方もだいぶタゲ取りつつ、このミニイエティで施設を削ってくれてますね。この裏イエティっていうのも壁越しにダメージ入れることもできて、だいぶ強いですね、これ。いい全開。というところでね、本日も14全開と大量に見ていきました。だいぶボリューム満点っていうところで、一気にね、動画撮ってるんで、ちょっと、どの回かバグってきたんですけど、これあれだよね。よっちさんが食い火全開作ってた日だよね。数も多いので、ちょっとわけわかんなくなってきましたが、今回もたくさんいい全開が見れて楽しかったですね。
まあ、残すところも残り2日分というところで、ありがたく、残り2日分も解説させていただこうかなと思います。というわけで今日はこんな感じで終わりましょう。チャンネル登録、高評価お願いします。また次の動画でしましょう。さよなら。